おなじみ新木場メロンハウス内ドリテン編集部。今日も悩める子羊が一本の電話を鳴らす。はい、ドリテン編集部です。はいはい少々お待ちください。川崎さん、読者からなんですけど、川崎さんに代わってほしい。欲しいんだよ。はい、帰りました。はいはい。何？ビードが落ちて山から帰れない。そんなの劣化へ呼べばいいんじゃないかい。川崎さん、はい。爆発ビードアップ術の手伝い、おう。読者からぜひ動画に見たいと。めんどくせえんだよ。忙しいんだもん。川崎さん、読者のためにもやってみましょう。お前俺がめんどくさいって言うのにいけるのかなと思ったけど、そんなに見たいっていう人がいるんだったら動画でやってもいいかな。爆発ビード上げ。川崎挑戦企画、今回は爆発ビードアップ編ですぞ。はい、皆様お待たせしました。今月のですね、ダメダメ編集長の素晴らしい DIY シリーズの時間がやってまいりましたよ。可燃性ガスによる爆発ビード上げ。雑誌ではみんな真似しないでくださいって書いてありましたけど、より真似しないために動画でもお伝えしようかと思うんですよね。絶対真似しちゃダメですよ。爆発ビード上げですからね。まずは道具の説明から。用意するものは市販潤滑スプレー、ブレーキクリーナー、そして自転車の空気入れ。でもこれってどう使うの？もう察しの鋭い人だったら分かると思うんですけど、ああなるほどね、そういうのに火をつけて爆発させるのね。合ってます合ってますけど、ちょっと誤解しちゃいけません。ブレーキクリーナーはものすごく火がつきやすいガスです。だからこっちでやると思う人は多いでしょ。だけど実はこっちが主役なんです。ここ間違いない。続いてタイヤ組み。まずタイヤを組むんですけど、タイヤの手組みはこれはですね、いくら冬といっても汗だくになってしまいます。うちのあれが山本、はい、組めた？もうちょっと待ってください。川崎がやると朝までかかるため、ここは山本担当。今回挑戦するのはサイズに合った組み合わせ。なお川崎自らのタイヤ組みは DIY 天国を見てチェックしてくれ。本日のメインディッシュ。タイヤ組めてビード落ちた状態、ここから踏んで少し隙間を空ける。44556をリムの中にまんべんなく入れる。そうしたらそっからこう導火線を出す。それで火をつける。できない原因はですね、言っちゃいますよ。空燃費です黙々と再挑戦する川崎にザクが一言。ちょっとね、燃料リーチな感じがするね。燃料リッチな感じがする。こうね、てれれー。おっと、あちゃーちゃーちゃーこれでも世界唯一ドリフト専門誌の編集長っす。タイヤ内の空間に充満した潤滑剤に火がつくことで爆発。その反動でサイドウォールが跳ね上がり、ビードが上がるのである。ほら見て見て、組めたでしょ。ビード上がったでしょ。だけどこれは薄氷の上を歩くがごとくで、こうやってやると落ちちゃったりするんですよ。お、結構内圧高いね。落ちてないですね。ビードが上がったら虫を閉め、即座に空気を入れよう。さもないと一度上がったビードが元に戻ってしまうこともあるぞ。爆発ビードアップの肝。僕はさっきこうやってやったと思うんですよ。これが意味があるんですね。バックドラフトです一回ここがふにゃってなったんですよ。空気をって入れたんですね。わかります？バックドラフト見ました？映画。科学の勉強ですねこれね。10回に1回うまくいけばいいと思ったんですよ。それが今日は2回でできました。見てください、青空全然昼。ああ今日は良かった。
というわけで、はいこのコーナー、はい川崎さんの失敗がないと成立しないですけど。一回失敗したじゃん。一回失敗して一回成功して、でもめでたく。はい。これ使えって。何の変哲もないヘアスプレー。結果はいかに？壮行会なんかいてヘルメットかぶって頭がめちゃめちゃになっちゃったからスプレーはいつも持ってますっていう人もいるでしょ作業工程はさっきと全く同じ。スピードを押し下げ、ヘアスプレーをまんべんなく吹いていく。そして着火。できたすげえよヘアスプレー今日は何もかもがうまくいかないおさきさん続いて各家庭に1本緊張ル。コンビニとかで買える率は非常に高い CRC だから全然発見率が高いと思うこれも作業は同じ。絶好調の川崎、これも一発で決めるのか？ということはお素晴らしい失敗する気がしないですね。失敗する気がしないです何でもできるような気がしますバーベキューに大活躍、ブタンガス。今日の僕は何でもできる気がしてきましたなのでですねもう火気厳禁どころじゃなくもともと燃やすためにですねあるようなですね最も火がつくと思われる液化ブタンガスでですねちょんちょんってやったら素早く勢いよくいくんじゃないかと思うんですよね完全に調子に乗った川崎、辺り一面匂うほどにガスを注入。これは効きますよ。あれ期待かすね。懲りずにもう一度挑戦。そうするとあれか。なんか爆発力につながらないで燃えちゃうこれをやったらものすごい爆発するんじゃないのと思ったんですが、意外とカセットコンロ用のガスはすぐ揮発しちゃうからダメみたいですこんな興味深いことにザクが黙って見てるわけがない。撮影中からちゃちゃ入れ続け、積もり積もった自分理論を実践すべく挑戦するもことごとく失敗。なんだ大したことねえじゃねえかと思ったら爆発ビードアップの肝。小沢さんがですね何回やってもうまくいかないんですが、名誉のために僕は補足します。見てください。こっち側のビードが入っちゃってるんですよ。もう両方いっぺんにパンってなった方が効率がよくビードが入るという感じがします。なのでこっち側だけ入っちゃうと上に空気が全部抜けるばっかりになっちゃうんですよね。勢いが均等に伝わらないですよ。だからこうなったら一回こっちを落としてもう一回やり直した方がいいと思います。なんということでしょう。今回の編集長企画はですねご覧の通り青空があるうちに終わってしまいました。使ったお金は2000円もかからない。しかも時間的にはですねちょっとやって5秒2000円と5秒でですね、高性能コンプレッサーがなければタイヤなんか組めないんじゃないかビードは上がらないんじゃないかと思った考えが覆るのです。これは禁断の方法として絶対真似しないようにと思っていましたがぜひ真似してください。川崎の失敗に物足りないあなたへ。ほらこれはこういう感じじゃないですか爆発しちゃう缶物は危ないって本当に炸裂したら死んじゃうんだからこれ本当に危険なのでやるときは自己責任でお願いします。